はい、市中水明診断士のたけるです。今日もね、ブライン TM プロデュースチャンネルを見ていただきありがとうございます。前回でね、日中の日韓が持つ特徴が終わりまして、今回はね、日韓が見るね、相性を説明いたします。市中水明ではね、相性の見方は様々ね、ありますけども、初心者の方でもね、すぐ使えて、簡単にね、シンプルかつ、わかりやすいように、名式の基本となるね、日韓から、5行のね、相関関係になぞらえて、作成しました。実際にね、相性の予想案というのはね、依頼されることも多いです。ですのでね、相性はね、人間関係や、恋愛、仕事にもね、通じるところだと思いますので、参考にしてみてください。今回はね、機能への相性からね、説明いたします。それでね、このように、このチャンネルではね、今のあなたの本質、伸ばすべき長所と、改善すべき短所や、人間関係や、価値観、仕事、才能、恋愛、健康、結婚悩みなど、自分自身がね、どういった人物なのか、自分はね、どんな性質を持っているかのね、わかるような説明をしていますので、自分を知りたいという方や、自分らしく生きたいという方はね、手助けになれるかもしれませんので、最後まで見ていただけたらと思います。でね、このチャンネル初めて見る方もいらっしゃると思いますので、なぜね、今回の日韓から見るのかと言いますと、市中ね、ある中でも、日中がね、一番重要視されていて、日韓はね、特に日とも呼び、自分自身を表します。いわばね、自分自身の塊であり、精神ということにもなるんですよね。ではね、早速説明していきましょう。機能へと、機能への関係ですね。これは、気と気の関係です。適切なね、距離を保持すれば、良好な関係となれます。しかしね、接近しすぎれば、良好やね、趣味を奪い合ってしまいます。すぐね、近くに並んだ木々が平等に育つ事象は稀ですよね。木ではあっても、常緑樹もあれば、落葉樹もありますよね。ですから、例えばね、お互いに性質の差異をね、尊重し合うことが大切となります。次はね、木の絵と木のとですよね。木もね、草もね、植物であることはね、同等ではありますけども、種族は相当に異なります。木からの落葉はね、草の養分となりますよね。ある種の草は木に巻きついて、支柱になって生育しますよね。つまり、木のとから見て、木の絵はね、頼りがいがあるんですよね。しかし、木の絵はね、常日頃から木のとにね、頼られると、次第にね、鬱陶しくなっていく傾向があります。次ね、木の絵と木の絵ですね。木と太陽の関係です。陽光がね、当たることにより、木はね、成長しますよね。太陽の力は無限大なので、木の絵がね、木の絵に代償を要求することはありません。両者の相性は本来的にはね、良好です。ですがね、あまりにも太陽の光がね、苛烈であるとね、木は枯死してしまうようにね、稀にね、木の絵が木の絵の美点をね、圧殺してしまうことがありますので、注意しましょう。次はね、木の絵と木のとの関係ですね。木と桃花の関係です。伐採されてね、薪となった木は、桃花にね、不可欠なものですよね。けなげにね、闇夜を照らす火のとのためにね、木の絵は自発的にね、身を捧げます。ただしね、火のとが木の絵のね、渾身的な姿勢をね、当然視して、例えばね、感謝の気持ちを失念するようなことがあるとね、両者の関係はね、破綻してしまいますので、注意しましょう。次ですね。木の絵と土の絵ですね。木と山の関係です。木はね、山の土壌から養分を得て成長しますよね。ですから、山を覆いますよね。一方で、多数の木が根を張ることで、侵食されづらくなります。ですから、相互にね、利があることになりますよね。ですから、木にね、注目が集まりすぎると、山はね、不平不満が溜まります。基本的にはね、10月に構えている土の絵なんですけども、機嫌を損ねるとね、容易には元に戻らない傾向があるので、注意が必要になります。次ですね、木の絵と土のとですね。木と畑の関係です。畑はね、そこに生える木に対してね、全力で尽くしますよね。優良なね、果実をつけてもらうことが、土のとの喜びなんですよね。落葉はね、腐って養分となりますので、必ずしもね、偏利的な関係ということではありません。それでもね、やはり相手を思う気持ちは土のとの方が強いと言えるでしょう。木の絵がね、感謝の念を忘れないことが大切になります。次はね、木の絵と蚊の絵の関係ですね。木と鉄の関係です。木の絵がね、社会の役に立つためには、斧やね、ノコギリで切られ、加工されなければなりませんよね。両者はね、均衡が取れていれば、良好な関係になります。ただしね、木の絵が虚弱ならばね、蚊の絵はね、畏怖してしまいます。またね、蚊の絵が虚弱ならば、
木の絵をね、上手に活かせず、木の絵から無視されるようになってしまいますので、注意しましょう。次ですね、木の絵とカノとの関係ですね。木と宝石の関係ですが、それではね、想像しづらいですから、木とね、小型のハサミの関係に例えられます。カノエのね、斧やノコギリとはね、異なり、小型のハサミではね、木の伐採は不可能です。最大でね、小枝の葉をわずかに切り落とすことしかできませんので、さほどね、良好な相性にはなれない傾向があります。木の絵がね、強弱ならば、力の均衡がね、取れるため、良好な相性になる傾向があります。次ですね、木の絵と水の絵ですね。木と海の関係ですが、これもね、そのままでは想像しにくいので、木と川の関係と例えられます。しかしね、木にとってね、神話的な雨の水であり、氾濫すればね、木をなぎ倒す川の水に対してはね、恐怖心を持っています。したがって、木の絵はね、水の絵の関係に負担感を感じることもあります。実際ね、水の絵に巻き込まれてね、問題を起こしてしまうっていうこともね、多々あるのが木の絵の傾向でもあります。次ですね、木の絵と水の音ですね。木と雨雲の関係です。木の育成にはね、雨が不可欠ですよね。両者の関係は円満です。しかしね、雨天が超過すればね、木はね、日照不足で育ちませんよね。つまり、木の絵がね、水の音に依存しないようにね、注意を払って、炎もね、過干渉や、寄りかかられることをね、避けるようにすることがね、良好な関係を続ける条件になります。はい、今日はここまで。実際にね、今日ね、説明した通り、同じ5行でもね、相性がいいってわけでもないですし、良くない相性でもね、お互いが尽くすほどね、尽くされる方を理解してね、長続きしている方たちもいらっしゃいます。ですのでね、実際に一生の運命でしたり、宿命を見るときはね、すべての名式やバランスを見なければいけませんけども、今回はね、簡単に5行から見る相性を説明いたしました。この占いで皆さんのね、身の回りの人間関係がお役に立てれば幸いです。またね、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックなどやっていますので、配信情報など発信していますから、友達追加の方よろしくお願いします。ではね、またお会いしましょう。今日も見ていただきありがとうございました。バイバイ。